を生き抜いてく混沌とした世界だからエビが渦巻いている細い糸が僕らを支配する形で舞台嘆くことしかできないならもう今夜は眠ろう回り回るメリーメリーゴーラン運命なんて信じない信じたくないゆらりゆられ流されるままに余裕だなんて洗うのねそんなの本当の自分じゃないよ誰かの祈りばかりじゃ成長できないちゃんと見える未来なんかないよ理不尽なリアルをしっかり見つめて生きてゆくそう絶対私の忍者先生第35話。おう、お待たせしたな。お前、周りを意識しながら尾行されてないのを確認しただろうな。ああ、平気だと思うぞ。それよりも、投資の奴らに途中出くわしたぞ。あいつらか。どうも俺は苦手だな。俺も同じく苦手なんだけど、聞いた話では、情報のあいつからかなり連絡が来てるみたいだけど。なんだそれ。同じ組織なのに、こっちには美味しい情報はなしなのか。無事に戻りました。くのいちさんも、闇野さんもお疲れ様でした。くのいちさんも闇野さんも、お疲れでしょうから、お茶でも飲んでくださいよ。わかりました。それなら、落ち着いたら、今回の報告をしますので。第35話、見えてきた謎。先生も招きも準備できましたが、どちらに持っていきますか？そりゃ、散々待たせたんだから、こっちで頼むな。バカ招きは何が待たせたよ。まあ、少しは心配してくれてたみたいだし、仕方ないか。それでは、約束のお土産はしっかりと買ってきましたよ。実を言うと、私も食べたかったんだけどね。いちごちゃんのケーキにしてみたよ。これを楽しみに、早く帰ってこないのかと心配したな。何よ、バカ招きは。私や闇野さんの頑張りや創作の成功を願っていたわけじゃなかったの。くのいちさん、平気ですよ。なんだかんだと言いながらも、招きは内心では、みんなの心配をしてますから。小太郎さんの言う通りですわよ。私たちは初の任務から無事に帰宅できたことを今は喜びましょうよ。そうですよね。とにかく、創作での報告事は山ほどありますので、今は色気より食い気ですよね。くのいちは相変わらずで、使い方を間違えてないかな。とにかく今は、景気よく景気だなん。招き、あんただって何が景気よくなのよ。もっと招き猫様みたいに世の中の景気を良くしてあげなさいよ。招きは名前だし、そんな忍術は持ち合わせてないにゃん。それに、世の中の景気どころか、小太郎探偵の今後の行く末の方が心配だよ。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。先生に、そのように言ってもらえると、忘れずに買ってきた甲斐があります。
少し僕は調べることがあるので、みんなは待っていてください。それと、くのいちさんは、僕が持たせたイヤホンマイクは持ってますか？しっかり持ち帰ってきましたが、実は、そんなに連携で使えなかったのです。今後少しずつでも、連携での使い方は考えていきましょう。それでしたら、少し別の部屋に行ってきますので。わかりました。カフェはやっぱり贅沢時間でござるな。今度はピザにはまりそうでござる。マルゲリータの次はモッツァレラでござるかな。それよりも組織なんだし役割は決まっているんだろうけど、どれだけの人が組織にはいるのか。それにこの辺りもみんな楽しそうに歩いてはいるが、どんな内容の会話ややりとりがされているのか。食べた後は片付けをしっかりとしないとね。影丸さんが帰ってきたのかな？ただいまでござる。お兄様、お帰りなさい。カフェでお腹は満たされましたか？おお、ばっちり食べてきたでござるから元気復活でござる。ねえ、招き、あんたも少しは動きなさいよ。私はくのいちとは違って、いろいろと考えることが多いから、動かないにゃん。相変わらずで、招きはへりくつばっかりだよね。でもね、今回は先生抜きで創作や尾行なんかもやってみて気づいたことなんだけど、私や闇野さん、影丸さんもいて、やっと集中力や緊張感の中で今回はアジトを見つけることができた。先生が今まで一人でどれだけ大変だったのかは聞かなくても実感できたよ。あのさ、小太郎が大変だったのを気づいてなかったのは、くのいちが鈍いだけだったのではないのか。それなら招きは先生が大変だったのは理解してたの。そんなのはもちろんだな。私だって何度も行き先発見で貢献してるからね。影丸も帰ってきてみんな揃いましたね。影丸、お疲れ様。初任務でみんなと大変だったね。お、でもアジトを探れたし、初任務としては合格でござろう。まあ、連携とかは完璧ではないですが、合格点を今回はあげますよ。なんか小太郎は拙者たちの行動をお見通しみたいに言ってるけど、もしかすると小太郎は忍者ではなくてエスパーか。残念ながらエスパーではないが、今回のみんなの行動をまとめてみたから集まってもらいたい。わかったでござる。闇野、行くぞ。こっちも2人ともいますね。先生、お帰りなさい。何か調べ事でもやっていたのですか？そうですね。調べ事っていうよりデータの確認です。データの確認。小太郎も忍者らしからぬことをやってるんだにゃん。招き、忍者は現代みたいなデータの活用法ではないとはいえ、昔から相手の戦力や戦略などいろいろな方面でデータの活用はしてたのですよ。先生、それでデータの確認っていうのは私の体重なんかも知られているのですか？もし全て知られてるとしたら私恥ずかしいです。くのいちさん、そこは調べなくてもある程度なら私でもわかりますが。そうですよね。わざわざ調べなくても見た目などからでもある程度はわかりますよね。それならよかったです。何も良くないでござるよ。ま、
まあ、話を続けますね。今回渡したイヤホンマイクでカメラの機能もあると話したのを覚えてますか？あ、くのいちさんは忘れてしまってたみたいですね。でも、僕も今更ですが、先に話さなければと後悔もしてます。なぜなら、新しいアイテムに慣れてない人は、うまく使いこなそうと逆に不自然になったりもします。そうすると、相手に気づかれ、結果失敗につながります。今回は、くのいちさんが忘れていたのもあり、意識せずにしっかりカメラが機能してましたよ。なんだかすみません。もっと私も頑張って、みんなのお役に立てるようにしないと。なあ、くのいち、今さら気づくなよ。でもさ、そんな、くのいちがいなきゃ、小太郎探偵のピースは足りなくなってしまうから、バランス的にも、くのいちは、この小太郎探偵には必要不可欠なんだよ。招き。また、ケーキを買ってきてあげるからね。イヤホンマイクの使用は、今回くのいちさんと闇野さんだったのですね。くのいちさんは途中で外したのかもしれませんが、闇野さんの方ので確認しました。盗撮犯からの暴行で影丸が尾行して、その後仲間を見つけ、アジトで影丸とは合流できた。一連の出来事の流れは確認しました。拙者が困ってたとこまでは、さすがの小太郎でも読めなかったでござろお兄様、それは逆に恥ずかしいので言わない方が。お兄様の困った内容自体が連絡手段とお腹の空き具合なんて私が恥ずかしくなりますわ。それで、今までの人物などをわかる範囲でまとめてみた。はじめに、今回の依頼者からの内容で、ある人物を探し出すことで始まった。それが先日、突然の電話で驚かされた、服部善三であることが分かった。あの時は驚きましたね。なぜか、小太郎探偵だけではなくて、私のことまで知ってましたからね。次に、旧都心で盗撮をしていた人物も、まさかの組織に関係してましたね。あの時、旧都心で捕まえとけばよかったねん。そうなのでしょうが、盗撮犯を捕まえるのには、基本的には現行犯で、その場で証拠を確認しなければならない難しい犯罪の部類にもなります。次に、くのいちさんが通勤時に声をかけられた投資詐欺の2人ですね。私は、あの二人の話を信じてはいませんでしたが、儲かる、必ず、誰にも言いたくないですが、なんて言葉は、人によっては騙される、魔法みたいですよね。次に、用心棒として考えてましたが、一人は盗撮にも関与してましたね。こいつらは、本当に怖い思いをしたから覚えてるにゃん。それに相方は、かなり危ない感じがしたにゃん。確かに、あの時の招きちゃんは、ピンチでござった。そして、犯罪組織とは、どんな関係があって手を貸してるのか、忍者が絡んでいた。あの時は、さすがにまさかと思いましたが、現状考えられるのは、甲賀の忍者かもしれないってことですね。それと、善三を追った時に、事務所に手紙を残したあの女性は、僕が外で見かけたタイミングと、手紙のタイミングから考えると、手紙の差出人は、この女性で間違いないとは思います。でも、依頼者からは捕まえてほしい。この女性からは止めてほしいって、善三さんが犯罪組織に絡んでいるのはわかりますが、まだ私には何がないやら。そうですね。
なんとなくですが、僕には単に犯罪組織を壊滅させるだけではない気がしてます。この先さらに犯罪グループは増えるのか。末端はいくらでもいるだろうが、各犯罪のトップさえなんとかできれば。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。今手のひらを握りしめて私は泣かない。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。もう一度会いたかった。私は泣かない。